やんなきゃいけないんで、やる気なくてもあってもやんなきゃいけないんですよ。そしたらやってるうちに忘れるんですよ。やる気とかどうでもいいですよ。そんな言葉すら浮かばないから。はい、今回の動画なんですけども、すぐにやる気が出て圧倒的成果が出る方法という企画なんですが、門司社長ってやる気がない瞬間とかってあまり想像はつかないんですけども、もしそのやる気がなかったりとか出なかったりした時にどういうふうにやる気を起こしてるのかなってちょっと聞いてみたいです。はい、いかがでしょうか。自分もちょっとやる気出ないなとかありますよ。それは別にそれは皆さんと変わらないといますけどね。そもそもだからやる気がある時は何言われなくても何を言おうともやるじゃないですか。やる気って何なのかなって意味としてはね、なんか成し遂げようとする意欲とか動機だと思うんですけど、結論やる気ないなっていう時はやりたくないんですよ。気が進まないとかちょっとやりたくねえなとか、だから言い訳探してるわけですね。その言い訳がやる気ないっていうわけなんですよ。僕は解釈してるんですね。でもうちょっと分かるように、じゃあやる気ない時ってどういう時かなってなると、例えば目的とか目標の喪失とか不確かさが見えちゃったとか、絶対行かないじゃんって思った時とか、あとは興味がやっぱ当然低下するとか、あともう一つやっぱ自己評価の低下、自分に自信がなくなった時とか、もしくはあと過度のストレス。これってうまくいってたらやる気ないとか言わないし思いもしないなと。だからうまくいってないだけか今これだけですね。だからやる気が起きないって感じたらうまくいってないからだな、感情的にはやりたくないんだよなと。でもやりたくないからといって結局こんなことをうようよ考えてたりしたら何もしない時間がなるじゃないですか。時間無駄だなと思って、こういう時は考えるのやめよう、やる気あるとかないとか考えるのやめようと。今目の前にやらなきゃいけないことをとにかく一生懸命やろうと言ってやりますよね。でそうすると、忙しくなってきたりとか、とにかく目の前のことガーッとこなしていくと考える暇ないんでやる気ないとか忘れます。終わりです。確かに特にアップルさんみたいな引っ越しの業界だと、めちゃくちゃ忙しく、しかも体も使う仕事だから、やる気あるとかないとか以前に体動かしてめちゃくちゃ忙しくしてると、勝手にいろんなことを忘れてやれちゃってるのかなって感じはするんですけど。そうですよね。だからこれが本当に思ったのは、自分も弱い人間だから、例えばじゃあ外回りの営業で全部行動が自由ですよと言われたら俺絶対無理だなと思ったんですよ。自由っていうのは反面いい聞こえですよ。ですけど責任も全部自分にあるわけで、自分次第なわけじゃないですか。でもですよ、引っ越し現場の時とか予定がある程度バンバン決まってるとやんなきゃいけないんで、やる気なくてもあってもやんなきゃいけないんですよ。そしたらやってるうちに忘れるんですよ。それがある意味いいなとは一つ思いますよね。だから僕的にやる気ないなって思う時は、結果がうまくいってない時、やりたくない時、だからかっていう定義をします。誰か潰せばいいんで、やりたくないはちょっとなかなか潰せないなと。でうまくいくかどうかも結果はコントロールできないなと。暇だからだなと。忙しくしようみたいな。これで解決するしかないですね。門司社長が会社を立ち上げてから目的目標を失ってしまった瞬間とか、そういうのはあったんですか？目的と目標は別に失ったことないですね。一つあるならばその不確かさ。いつまでにこれだけやるって言ってたのが絶望的に難しいなってなった時には、やる気というものがちょっと軽減した可能性はあるなと思いますけど、別に失ったことないですけどね。結論だからこれも結局責任と自由だと思うんですよ。自分のことを律せずにやる気ないとかっつって適当にやったりとか何もしないんだったら、自由なんて言ってないで、あれやれこれやれって指示されてやればいいじゃんと。自分で律せるんだったらある程度自由ももらいながら責任を負ってやればいいし、僕はやっぱその自由すぎると基本サボっちゃうかなと思ったので、自分に対してあんまり強くないから、ある程度これやんなきゃいけないっていう外的要因とかがやっぱないといけないと思ったし、僕の持論ですけど、やっぱり若い時っていろいろ縛られてるから欲求が生まれてくるわけじゃないですか。でも縛られるの嫌だっつって今度縛りが外れたら、今度外れたところに欲求がなくなるんですよ。なんてね、縛られてたから嫌だ、これ変えたいと思う欲求が縛られなくなったらないんですよ。それで自分で自由の枠というか範囲を拾っときながら、上司にうるさく言われたくないとか、会社にあれこれ言われたくないとか、親からも言われたくないとか、あれもしたくないこれもしたくないと、自分のやりたくないこととか気に入らないこと全部外してきて、そういう意味では全部自由を取ってきて生きながら、やる気がないとかってじゃあ自由消せよみたいな話だと思うんですけどね。そうですね。目標とか目的を自分の中でどう見つけていっていいのかというのがよくわからないという若い方もいらっしゃると思うんですけど、
それに対してはもう社長どうですか？まあ、うちの会社にもありますよ。その目的とか目標が大事だってずっと言いますけど、自分の目的は何なのかとかって思い浮かびませんみたいな一言目に言うのは、だったら今全力で一生懸命やれ以上、今結果出せと、もうそれだけですよね。目的と目標は一番僕は大きいと思うんですよ。だからちゃんとそれを探したり考えたりとかしなきゃいけないですし、それは分からないというんであれば、今を一生懸命とにかくやりましょうと。例えばじゃあ会社で言うならば、受注でこれぐらい件数取るとか、本来は人生の目的とか目標とか決められたらいいんですけど、これを決める知識も情報も経験もないんだとしたら、これをどんどん手前に一回設定するしかないんで、それも分かんなかったら、まず今目の前の目標を作って、これに対して全力やると。これをやって繰り返してだけやってると、いろんなさらに良い情報とかさらに知識が得られて、経験もしてるんで、いろいろ自分の見えなかった世界が見えてきて、あ、俺本当にこれがやりたいことだったんだって見つかるわけなんで、やりたいことは向こうからやってこないですよ。目的目標が見つからない人は、とにかく今目の前のことを一生懸命、1ヶ月単位なのか1週間単位なのか1日単位なのかでしっかり決めてやると。そうしてるうちにだんだん目的目標が見つかったら、自然とモチベーションを保ちながらやっていけるんじゃないかと思いますね。うまくいってる人は目の前のことをひたすら一生懸命やって結果を出してきて、いろいろ見える世界が広がってきてやってると思いますよね。本地社長が起業された時っていうのは、もうやるしかない環境だったんですけど、そうですね。そういう時っていうのは、やる気がどうのこうのとか言ってられない状況ですよ。本当にやばい時はそう、やる気とかどうでもいいですよ。そんな言葉すら浮かばないから。はい。本日はありがとうございました。はい。最後、改めてにはなるんですが、すぐにやる気が出て圧倒的成果が出る方法、まとめをよろしくお願いします。やる気あるないとかは、やりたいとかやりたくないのはやっぱり言い訳かなと思いますので、しっかりと目的や目標を持つことが大事で、それがなかなかわからないとか難しいんであれば、とにかく今を、目の前のことを一生懸命やって結果を出すと、いうことをもう繰り返してやりましょうということです。本日も見ていただいてありがとうございます。この YouTube チャンネルでは、現場の様子、編集、イベント、またビジネスに役立つ知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また最後にこの動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。